皆さんこんにちは、ガジェログです。今日はテスラがスマートフォンを発売するのではないかという噂をつかみましたので、その点を今日お伝えいたします。本当にスマートフォン作ってるんでしょうか。テスラがもしスマートフォンを発売するのであれば、どのような形で発売され、そして使うことができるのでしょうか。そのあたりの情報をある程度つかみましたので、まとめてお届けしたいと思います。では本日も行ってみましょう。そもそもテスラとはどんな会社なのでしょうか。ご存知のように EV、電気自動車を作っている会社として多くの方に知られていると思いますし、そして最近ではですね、電気自動車だけでなくエネルギー事業にもかなり力を入れていて、世界中にエネルギーの拠点ですね、パワーボールという形で電力を貯める装置も作っています。そしてセミトラックを電気自動車化して発売する予定でもいます。そしてロードスターですね。で、世界中にギガファクトリーといったテスラの工場もどんどん作られています。そしてスタイリングもさることながら走行性能も非常に高くなっています。そして何よりもこの加速、ご覧ください。ドドンパって感じですね。こういった加速が楽しめる車です。それで今回はガルフニュース .com の情報をもとにお届けいたします。ではどんなスマートフォンになるという噂でしょうか。このまず名前はですね、モデル Pi と言います。円周率のPi ですね、 PI と書きます。それで正式な時期はまだ明らかになっていませんけども、現在技術系の噂話がこの Pi の話で非常に溢れているということです。それで2021年はイーロン・マスクの手を離れなかった。検索エンジンでは毎日のように人々が同じ質問をしている。テスラは携帯電話をリリースするのだろうか。そう、もうすぐイーロン・マスクのスマートフォンが見られるのだと報じています。気になるデザインですけども、この CG を見てみますとカメレオンスマートフォンではないかという噂です。テスラの関連企業としてスターリンク、そしてパワーボールですね、ソーラー発電の会社も持っていますので、いろんな機能を詰め込むことができるんではないかと噂されています。ですのでソーラー充電も可能ではないか。そして4つのカメラも今 CG 見てみますとありますよね。こういった未来的なデザインで色が変わるスキンを搭載すると噂されていますので、ひょっとしてカメレオンスマートフォンなのではないかとも言われています。また様々な疑問や憶測も生じています。例えば販売価格はいくらぐらいなのか、そして SIM カードは搭載されているのか、 eSIM になるのでしょうか。またスターリンクを利用するための月額の費用はいくらぐらいなのでしょうか。そして車ですね、 EV を購入しなくてもこのスターリンクを購入することはできるか、契約することができるかということですね。衛星のインターネット通信を使ってネット接続できるのであれば、本当にいくらになるのか気になりますよね。つながったとしても高いのであれば、やっぱり消費者っていうのは結構厳しいですので、昨今あまり移動が減っている中で高いんだったら契約しないってことも多いんじゃないかなと思います。とはいえテスラのことですので、スターリンク自社回線ですのでね、だいぶお安く提供してくるのではないかなっていうふうにも予想できます。そして発売日は厳重に守られた秘密であると言われています。箱から出されたこのスターリンクのアンテナですね、どこにいても高速通信が可能なスマートフォン、地上波の接続を必要としていないために、持っていては損はない機材となっています。今回 EV メーカーから持ち出されたと思われる新デバイスの画像がこの技術誌からリークされています。衛星アンテナですね、パラボラアンテナに似てますよね。これがスターリンク社の衛星から来た電波を受けるそのアンテナとなるのであれば、もしスマートフォンと接続するのであれば、これはかなり不格好ですよね。いつもこのアンテナを持って歩かなければいけないのかっていう話になってしまいますので、それはないのかなと思います。おそらくこちらのアンテナで電波を受けたものを地上で無線ルーターとして再変換されるのかもしれませんね。これは火星用の携帯電話なのでしょうか。最も根強い噂はこの携帯電話にスターリンク接続が搭載されるというものです。
そうなると火星でも電話が使えて地球人との接続も可能になりますとあります。これはイーロン・マスクらしい発想ですよね。そして興味深い予測があります。それは1876年にグラハム・ベルが特許を取得して以来、長い道のりをこの電話というものは歩んできました。それで2021年に世界の 5G スマートフォンの総生産台数は約5億台に達すると予想されています。それで 5G の普及率は 37% にまで急速に上昇しています。市場情報企業のトレンドフォース社によると、2021年の世界の携帯電話トップメーカー7ですね、7社を次のように述べています。サムスン、アップル、シャオミ、オッポ、ビーボ、ファーウェイ、トランジションの7社と言っています。これらを合わせると世界の携帯電話市場の約 80% を占めることになります。それでこの市場は手頃な価格のこのテスラの衛星電話ですねによって破壊される可能性があるのではないかと言われています。それでスターリンク社はイーロン・マスクの最も重要なペットプロジェクトの一つであり、次世代のスマートフォンに完全に適合しているということです。テスラは火星に人類を着陸させるという野望を抱く民間人工衛星打ち上げ会社であるスペース X 社と密接な関係にあります。スターリンクは低軌道衛星のネットワークを構築してどこでも簡単にインターネットにアクセスできるようにしようとしているもので、最終的には4万個以上の衛星を低軌道に投入することを目指しています。登録者は現在50万人を超えているようです。スターリンクがテスラパイに搭載されるとしたら、それは非常に期待される機能です。スターリンクは2021年11月4日現在、軌道上に1600機以上の衛星があり、この種の人工衛星の中では最大のコンステレーションとなっています。再利用可能なロケットによって打ち上げ費用がさらに安くなるため、この数は今後も増え続けるでしょうと予測されています。たとえスマートフォンの製造がロケット価格のように難しいと分かったとしても、テスラは現在最も先進的な宇宙企業の一つであり、地上や海上へドローンのように垂直に着陸する再利用可能なロケットを初めて使用したスペース X 社にも密接に関係する技術革新者であるとも言われています。またテスラのパイホンはカフェや劇場、チョコレートバーではなく火星で使えるように設計されていると噂されています。イーロン・マスクはこのような有名な言葉を残しています。私は火星で死にたいと思っている。ただ衝突しないようにと言っています。それで技術系メディアの報道によりますと、この新しいガジェットをめぐる噂は中国のハイテクメディアでも盛んに報じられているようです。中国版マイドライバーズはテスラの新型スマートフォンが市場に投入されれば本物のガジェット革命になると報じ、非常に高い購買意欲を示しています。主要な携帯電話メーカーには衛星接続機能を備えたものはありません。テスラのスマートフォンモデル Pi はスラーやイリジウムのような初の衛星電話ではありません。しかしスペース X 社が開発中の全世界をカバーする通信衛星スターリンクに対応した初の衛星電話となります。スターリンクは世界の遠隔地でも高速インターネットを利用できるように設計され、低軌道衛星を利用しているため遅延が少なく 200Mbps のアップロード・ダウンロードが可能となっています。その速度であれば 4G 以上、そして 5G 以下という感じの通信速度になりますので、それが世界中どこでも使えるとなれば結構使い勝手はいいですよね。さらにニューラルリンクの電話とも言われています。モデル Pi にはニューラルリンク社のブレインフォンインターフェースが搭載されるとも噂されています。マスク氏が経営するこの会社は人間とコンピューターをつなぐ超高帯域のブレインマシンインターフェースを開発しているということです。これは正直何を言っているのかよくわからないんですけども、携帯電話と人間の脳をつないで何かできるっていうことだと思うんですけども、ただ障害をお持ちの方がこの脳と携帯電話をつなぐことによって脳波でスマートフォンを操作したり、コンピューターを操作したりっていうことができるようになるのではないかなというふうには想像できます。実際のところこれ見てみないと何とも言えない機能ですね。それで先ほどと少し重複しますけど、こういった報道もあります。技術系メディアで流れている噂によりますと、このスマートフォンは今年中に発売されるという噂です。しかし販売価格はいくらになるのか、
SIM カードはついているのか、スターリンクの月額使用料はいくらなのか、最初にテスラの EV を買わなくても買えるのかといった疑問はつきません。さすがに EV を買わなくても使えるようにはするんじゃないかなと思いますけども、発売に関しましてはちょっとあと1ヶ月ほどしかありませんので、年内の発表発売っていうのは難しいんじゃないかなという気がします。ただテスラのことですので本当に何があるかは分かりません。そして最後ですね、テスラは自動車メーカーとして初めて時価総額が1兆ドルに達し、また最も早くそのマイルストーンに到達した自動車メーカーであり、自動車ビジネスにおいてはもはや異例の存在ではありません。しかし多くのアナリストはテスラの旅はまだ始まったばかりだと言います。AI を搭載したロボットタクシーは人々の移動手段を変え、数兆ドル規模の新たな市場を創出する可能性があると言います。はい、というわけで今回テスラの PiPhone ですね。テスラから新しいスマートフォンが発表され発売されるのではないかという噂をご紹介いたしました。実際審議については何とも言えないところがありますけども、出てきてくれれば本当楽しみだなと思います。このイーロン・マスクの発想というものは本当に奇想天外で、このスマートフォンにですね、私個人的にはソーラー発電、ソーラーパネルが背面についたら面白いなという気がします。ただ面積が狭いのでね、なかなか充電速度というのは上がらないのかなという気もします。とはいえバッテリーの技術もありますし、ディスプレイに関しては作れないかもしれませんが、今までの EV に搭載してきた液晶パネルのノウハウもあるかと思いますので、いいものが乗ってくるんじゃないかなという気もします。価格面においては以前のテスラモーターズ時代ですね、ロータスエリーゼを使った EV からスタートして、かなり富裕層向けに売って高いモデルを売ってその収益で安いモデルを作るという、そうしたコンセプトでしたので、今回ももしかしたら高価格帯かもしれませんね。その上でだんだん普及させて、低価格帯へと移行していくのかもしれません。それは成功次第にかかってくるんじゃないかなという気もします。というわけで今回この辺りにしたいと思います。また続報がありましたらお届けします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。